おはようございます。本日は6月の13日、今日もいい天気です。天気予報によると36度ぐらいまで上がりそうなので、午前中のうちにどこまで歩けるかがポイントになってくるかなと思います。昨日は安宿さん泊まらせていただきました。とても不思議な宿でね、いろいろと思い出ができましたけど、何が不思議なのかまだ追ってご説明します。今日は三原村の辺りを通って平田の方に抜けていくんですが、可能であれば円光寺打って、須雲まで行きたいんですけど、須雲まで行くと40キロあるということなので、どっか途中で、切っちゃうかもしれません。特に今日相当暑そうなので、あんまり無理して歩いて熱中症にならないように、場合によっては平田の駅で、切る可能性もあります。頑張って歩いていこうと思います。改めましておはようございます。センドラです。今回は三原村を通って円光寺に向かうルートで歩いていこうと思います。三原村を通るルートはいくつかのパターンがあるんですが、新年庵を参拝して三原村に行くルートで歩いていくことにします。安宿のおじさん情報で、今日安宿から、平田の駅までが28キロ、円光寺までが32キロ、須雲まで40キロということなんですね。やれて円光寺の32キロだと思うんだけど、円光寺まで行くとそこから帰ってくる手段がないんですよね。もうタクシーが。で、円光寺を打って通りのバス停まで 2,3 キロ歩くはずなので、そうすると結局バス停まで35キロになるんですよ。真夏の炎天下35キロね、ちょっと厳しいですよね。で、それでも今度円光寺に行く途中のバス停っていうのもあるので、そこで切ろうかなとも思ってるんですけど、そこのバスがね1時何分なんですよ。1時半ぐらいだったかな。ちょっと普通に考えたら30キロ歩いて1時半ってちょっと難しいですよね。足摺岬に向かう時にはこの左側のこの田んぼの中の道を通っていきましたよね。気持ちいい道でした。様にゆっくり土佐清水、どういう意味なんでしょうか。行きに寄った休憩所です。ここで、コンディションを整えることにします。ここは前回寄ったカフェルーチェさんですね。たくさんの接待をいただいたところですね。どうもありがとうございました。ちなみにこの休憩所には自販機があるので、後ほど説明しますが、飲み物は少し多めに買っておいた方がいいかもしれません。次の分岐を左に向かいます。はい、分岐の手前の階段を上がっていきます。ここが番外霊場の新年庵に向かう山道です。そんな激しい道でもないでしょうから、靴も履き替えずにそのまま歩いていきます。遍路道はこの分岐を右ですね。遍路道はとても歩きやすくなってます。維持管理してくれてる皆様、本当にありがとうございます。気持ちよく歩かせていただきます。山道自体は気持ちいいんですが、ここでスズメバチの、襲撃に遭ってしまいました。番外霊場新年庵です。参拝しながら休憩しようと思ってたんですけど、スズメバチの攻撃が思ったよりも激しくて、インスタ用の画像もろくに撮れぬまま、残念ですが脱出します。鬼ヤンマくんを装着して初めてのちゃんとした山道だったんですが、どうでしょう、思ったよりも効果がないんでしょうか。新年庵を降りて少し行ったところにある大塚さんっていう方の、お宅で、農協飲をいただけるので、こちらで農協飲をいただきます。それでは三原村に向かって再び歩き出します。ここの分岐のこの左角には新年しるべ石っていうのがあるんですよね。昔からある、道しるべなんだそうです。ここを曲がりたくて今回このルートを選んだんですよね。
もう見た感じでは読むこともできない状態ですが、相当昔からあるんだと思います。ここから円光寺まで残り23キロです。新年庵の参拝が終わって農協も大塚さんのお宅でいただきました。新年庵で、参拝しがてら休憩しようと思ってたんですけど、なんか今回初のスズメバチのまとわりつきがあって、なんだろう、鬼山くん見えなかったんですかね。結構つきまとわれてほとんど撮影もできず、参拝も般若心経読み切れませんでした。いやー、結構長い間スズメバチにつきまとわれましたね。さっきの道しるべのところ、こう曲がったところから、私お初の道になるので、ここから平田まで、初めての道を味わっていこうと思います。良心市なるものがありました。今日はとにかく暑いんで飲み物がどんどん減っていくんで補充したかったんですけど、そういうところではないようです。しばらく歩いてやっと三原村に入ります。飲み物がもうほとんどなくてピンチです。と思ったら、カフェなぎの木がありました。営業中になってます。いやラッキーです。店開いてました。ここでちょっと休憩させてもらいます。クーラーの効いた涼しい室内でアイスコーヒーをいただいてます。お接待でぶどうも頂戴しました。どうもありがとうございました。いや神ですね。お盆休みってお店が閉まってること多いんですけど、営業中で助かりました。ちなみにここ出たところのこの右側のこの車、これちょっと覚えておいてください。また後で見かけることになります。喫茶店を出てすぐのところに自動販売機があります。ここで確実に飲み物を補給しておきましょう。まっすぐ行っちゃいそうな道ですが、遍路道はここを斜め左に登っていくようです。昔の遍路道なんでしょうか。遍路道跡って書いてあります。せっかくなのでこっち入ってみましょう。道が少し入り組んでて分かりにくいんですが、地元の方がこうやってきちんと書いてくれてるので、迷わずに登っていくことができます。ここからがいわゆる遍路道なんでしょうか。靴も履き替えてないですけど大丈夫でしょうか。行ってみます。先日の台風で道が荒れてなければいいですけどね。ところどころこうやって木とか草が倒れてたりしますが、なんとか歩いていくことができそうです。気持ちいい山道ですよね。本当にこういうところ歩いてると、お遍路しててよかったなって思います。ところどころ相変わらず木が倒れてますが、通行するには問題がありません。台風の後ですが、道がとても綺麗に整備されてます。きっと地元の方が、整備してくれてるんですね。ありがとうございます。最後の最後でちょっとだけやぶこぎすることになりますが、距離非常に短いので特に問題にはなりません。ただこれ逆打ちしてこっちから入ってこうっていう人はここから入るんですよ。これ入る勇気ってないですよね。すごい風景です。峠越えました。いやー、思ったよりもちゃんとした峠でしたね。でも虫に襲われることもなく、鬼山くんのおかげでしょうか。いやー、助かりました。三原村に入ったところで奇跡的に喫茶店ができてて、今年の2月にできたって言ってたけど、入ってぶどうとかお接待いただきました。気さくなおばさんたちがいっぱいいていろいろと変路の話しながら盛り上がりましたけどね。さっきの峠道は鳴山峠っていうところだったみたいですね。気持ちのいい峠道でした。そういえばさっき鬼ヤンマと思われるトンボがしばらく私と並走してたんですよ。正確に言うと追い抜いて10メーターぐらい向こうに行ったら戻ってきて、でまた通り過ぎてまた戻ってきて向こう行ってみたいな、そういう往復運動を3往復ぐらいしてたんですよね。もしかしてこの鬼ヤンマくん、まさか鬼ヤンマを呼ぶ効果なんてないですよね。
もうオニヤンマって人を刺さないですよね。なんですよ、なんか今日スズメバチが1匹俺の周りをぐるぐる飛ぶようになってから急にやっぱり虫怖い病になってきてですね、かなりキョロキョロしながら歩いてるんですけど、どうでしょう、その辺なんか情報持ってる方があったら教えてください。お願いします。峠を抜けたら、のどかな道をひたすら歩いていきます。とても気持ちいいです。さっき三原村に入ったところにあった喫茶店、いやーほんと神ですよね。あれ Google マップに載ってたかな。今年の2月にできたということなんですけど、メニューは本当に少なくて、あの時間だとモーニングと飲み物しかないみたいなんですけどね、気さくなお母さんが、経営されてるところに気さくなおばさんたちおじさんたちが集まってきてね、とてもいい雰囲気の喫茶店でした。いやーほんとね、あの辺自販機がないから飲み物結構やばかったんですよね。でもほんと奇跡的に空いてて助かりました。お大師様のお導きお恵みなのかもしれないですね。さっきのその喫茶店を越えたところすぐに自販機があるんですが、そこからまたずーっと自販機なくなるので、この三原村ルート、しかも私がこの歩いてるルートを通る方は飲み物をちょっと多めに夏場なんかは準備した方がいいかもしれないですね。ミミゴさんです。昔ここを歩いてた女性のお遍路さんにまつわるお話が書いてあります。気になる方は調べてみることをお勧めします。右側には農家民宿の今ちゃんっていうんでしょうかが見えてきました。この辺りから農家民宿が何軒も出てきます。公衆トイレって書いてあります。ちょっとトイレあるようだったらお借りしていきましょう。チェックしてみます。こういうところのトイレですから正直そんなに期待はしてなかったんですが、思ったより綺麗ですね。しかもなんとウォシュレットがついてます。いやこれは素晴らしい。ありがとうございます。山彦カフェ三原の自慢山で残り 3.9 キロです。ここで昼飯食いがてら休憩しようと思います。またしても新年シルベ石が出てきました。ここを右に行くと地蔵峠越えの旧遍路道に入るようなんですが、台風の影響で通れない可能性が高いので、今回はまっすぐ行って三原村の中心を通っていくコースで歩いていきます。やっと自販機が出てきました。いや真夏のこのルートは飲み物が危険ですね。気をつけて歩いていくことにします。農家民宿風車さんです。この辺の農家民宿でどこか泊まりたかったんですよね。当初スケジュール組んでる時はそんなつもりだったんですが、結局タイミング合わず、泊まることができませんでした。ちょうどいいところに休憩所があるのでここで休ませてもらいます。横には、コークオンペイが使えるコーラの自販機もあって本当に助かります。今通り過ぎた車覚えてますか？さっき喫茶店のところに止まってた車なんですよね。お店の中にいたねお母さんからお接待をいただいちゃいました。本当にありがとうございます。さっき三原村に入ったところにあった喫茶店に寄った時に、お母さんたちが何人かいたんですけど、その中でもう車で3巡したっていうお遍路をね方いらっしゃって、ちょっとお話ししてたんですが、今その方があれから何時間だろう、もう2時間ぐらい経ってるかなと思うんですけど、今その方がちょうど車で横通ってお接待でね、なんかいっぱいいろいろもらいました。こう昼ですって言ってくれてたんで、ちょっと見た感じね、お弁当とかお茶とか、なんだろうなこれ抹茶ラテっぽいものとか、いやこういう時に甘くて冷たい飲み物嬉しいですよね。しかもご丁寧になんていうんだろう、保冷剤っていうのか、保冷剤も入ってるんですよ。っていうことはね、多分お母さんこれわざわざどっか行って買ってきて、でそこで保冷剤入れたか、もしくは一回ご自宅に持ち帰って
保冷剤入れて持ってきてくれたか、どっちにしてもすごく手間かけてくれてるんですよね。本当にね、なんかもう感謝感謝です。本当にありがとうございます。後で休憩できそうなところがあったら、そこで美味しくいただかせていただこうと思います。お接待をいただくだけでも嬉しいのに、わざわざ保冷剤まで入れてくれるなんて、もう三原村がどんどん好きになりそうです。民宿森本さん、これも農家民宿ですね。ここを右に行くとあるんだと思います。辺の道もそっちっぽいんですけれども、そうですね、ここを右に行くと辺の道のようです。ですが今回は休憩所に寄りたいのでまっすぐ行きます。正面に見えるのが、三原の自慢屋さんでしょうか。ここで休憩しようと思います。はい、ここの三原の自慢屋さんで視聴者様と、お会いしました。食事しがてらいろんなお話、させていただこうと思ったんですが、今日レストランがお休みでどうしようかなと思ったんですが、横の活動センターを使わせていただくことになりました。クーラーも効いてて環境のいいところで昼飯が食えて最高です。お接待でいただいた麦茶は一気飲みして、さっきいただいたお昼ご飯を頂戴しようと思います。本当にありがとうございます。うまそうです。視聴者様との歓談をしばし楽しんだら、再び円光寺を目指して歩いていきます。三原村の自慢屋っていうところでお昼ご飯を食べれました。なんだあれ、三原村農業構造改善センターっていうところみたいです。今日は休み、休日だったのでレストランとかやってなくて、あれだったんですが、今日お接待でいただいたお弁当をできればクーラーの効いたところで食べたかったんですが、横のその事務棟っていうんですかね、そっちの方のお部屋を貸していただいて、涼しいところでご飯食べさせていただきました。三原村の皆さんありがとうございました。で、ちょっと驚いたことに、自慢屋の駐車場に着いた時にスネドラさんですかって声かけていただいて、視聴者さんだったみたいでですね、インスタでこっちの方に向かっているのを知って、そろそろ三原村に来るんじゃないかというふうに思ったらしくてですね、探していただいてたみたいで、ちょうど昼飯食おうと思って入ったので、昼飯食いがてら、しばしいろんなお話を伺わせていただいて、随分勉強になりました。どうもありがとうございました。しかし三原村は村に入った瞬間、神のようなカフェがあって、そこでぶどうの接待があり、そこのお店にいた、お母さんからその後、ご飯、お茶、あと、抹茶ラテみたいなものでの、お接待いただいて、でとどめはその自慢屋で、視聴者さんからお茶のお接待いただいた挙句、その横の事務棟の方を使わせてくれるように、役場っていうんですかね、方に交渉に行っていただいてね、私のために本当に三原村はいい人しか住んでないのかっつうねぐらい、みんなによくしていただきました。なんかこんなによくしてもらうんだったら三原村に一泊しないといけなかったかもしれないですけどね、残念ですが、この平田の方に向かって歩こうと思います。右側には牧場がありました。ただお馬さんもこの暑さじゃさすがに外には出れないでしょうね。はい、やっとすくも市に入ります。いやー遠かったというか、まだまだありますよね。頑張って歩きます。気持ちよさそうです。私もこの川に飛び込みたいですね。羨ましい。ここをまっすぐ行ってもいいんですが、辺の道は斜め左の道みたいです。こっちを歩いていきましょう。やっぱり国道とか県道じゃなくて、こういう道だと日陰も多くて歩きやすいですよね。気持ちいいです。国道56号に出てきました。
円光寺まで残り2キロです。いやもう疲れてきました。そして円光寺まで残り1キロ、もうそろそろ体力の限界ですね。ちょっと熱中症気味です。とてもじゃないけど宿毛までは歩けそうにないので、円光寺で今日は終わりにしようと思います。やっと到着しました。修行の道場土佐最後の札所です。いやー遠かった。やっと到着です。39番札所円光寺です。37番岩本寺から38番金剛福寺まで88キロ歩いた上で、そこから次のここ円光寺まで58キロ。いやーたっぷり歩きました。さすが修行の道場です。それでは本堂を参拝します。続いて大師堂も参拝します。目洗い井戸も参拝したかったんですが入っちゃいけなさそうな雰囲気なので今回はパスします。それでは今日のお遍路はここで終了にしましょう。円光寺でタクシーを呼んで今日のお宿、ホテルアバンスクモさんまで、タクシーで戻ってきました。明日はまたタクシーで円光寺に戻ろうと思います。いやこれお遍路さんもよく泊まりますよね。とても評判のいいお宿です。アメニティの一部はここから持ってっていいようです。奥には、ウェルカムドリンクがいただけるようです。いやもう喉もカラカラなので早速いただきましょう。朝食会場ですね。明日の朝は朝食はここでは食べないので今のうちに見ておきます。こっちがコーヒーで奥が、ソフトドリンクですね。たっぷりいただいちゃいます。それではお部屋に入ります。今日は409号室のシングルルームです。いわゆる普通のビジネスホテルのお部屋ですね。可もなく不可もなくですがテレビは大きいですね。これはベッドに寝っ転がりながらでもよく見えるんで助かります。景色はいいですね。宿毛の街が一望できます。宿毛って案外栄えてるっていうかお店がたくさんあるんですよね。なのでいろいろ買い物したり、食事したりするのにも不便がないところです。撮影しながらお遍路してるとホテルにチェックインしてから充電しないといけないものがたくさんあるんですよね。なので、枕元にコンセントがあるととても助かるんですがこのお宿はちゃんとコンセントがありました。トイレはもちろんウォシュレットです。ここは大浴場がないんですがお風呂が、綺麗ですね。湯船の大きさもまあまあのサイズです。これはゆっくり入ることができそうです。洗濯機と乾燥機は各2台ずつ。これが洗剤も含めて全て無料です。お接待なんでしょうか。これは本当に助かります。ありがとうございました。敷地内にはとんかつ屋さんがあるんですが今日はちょっと熱中症気味で体調があんまり良くないのでここでパパッと食事を済ましちゃいます。美味しいチキンカツをいただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。初日の遅れが取り戻せないまま後半戦に突入です。果たして松尾峠まで歩けるんでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。